はようございます。カズです。ついに待ちに待ったこの日がやってきました。今日はシンガポールのチャンギ国際空港からのスタートです。これからシンガポール航空のファーストクラスよりも一つ上のクラス、スイートクラスに乗って上海に向かいます。まずはファーストクラス、スイートクラス専用のチェックインカウンターに向かいたいと思います。それでプライベートルームという特別なラウンジでリラックスしたいと思います。それでは行ってきます。ファーストクラス、スイートクラス搭乗客は専用のチェックインカウンターを利用できます。成田空港にある ANA の Z カウンターと似た感じですが、空港の中からはアクセスができません。チェックインカウンターを抜けてまっすぐ行くとセキュリティを抜けるとすぐにシンガポール航空のラウンジが目に入ってきます。プライベートルームの詳しいレビューは画面右上のカードをクリックすると見れるので、ぜひチェックしてみてください。シンガポール航空スイートクラス、それは今から乗ってきます。シンガポール航空ファーストクラスよりも一つ上のクラス、スイートクラスはエアバス380のアッパーデッキに通路を一つ挟んで11という座席配置で搭載されている特別な空間です。エティハド航空のファーストクラスよりも広かったです。シートの製造はゾディアック。合計6つのシートがありますが、1A と 1F は他の4つよりも広いデザインです。私が座ったのが 1A です。ウェルカムドリンクは2009年ドンペリヴィンテージでした。テイクオフするときは進行方向を向いていないといけないので、それ用に IFE モニターがあります。足元にはマガジンホルダー。さっきの電源ポートから充電しながらスマホをこのポケットに入れることもできます。シートに内蔵されているのは IFE リモコン。ここからモニターの角度も変えられます。シートコントロールを操作すればシートを回転することだってできます。こんな感じです。もう一つ IFE リモコンがあって、こっちは iPad のサイズで非常にリスポンスもよく使いやすかったです。モニターが32インチとファーストクラスでは世界最大。テレビがものすごい大きいです。これメニューなんですけれども、それが3つ4つあるぐらい。シートと窓の間に収納スペースがあります。中が革でできていて高級感たっぷり。あまり大きい収納スペースはありませんが、他に荷物を置くところはたくさんあるので全く問題ないです。パーソナルクローゼットには靴、ジャケット、スーツケースが入ります。エアバス380のテイクオフは静かすぎて気づいたらもう飛び立っていました。シンガポールから上海までの道のりは3794キロ、フライト時間は約5時間です。トイレはアッパーデッキ前方に2つあり、こちらが左側のトイレです。座席の隣にソファーみたいのがあるとんでもないトイレです。アメニティはすべて高級ブランド、ラリーク。そしてこの右のトイレがすごいんです。このスペースの使い方をできるのはエアバス380の特徴です。化粧をするスペースもあり、その引き出しには歯ブラシ、ひげ剃りなどいろんなアメニティが用意されていました。飛行機のトイレってできれば長いはしたくないんですが、このトイレならずっと入れそうな感じでした。シンガポール航空スイートクラスのドリンクメニューが半端ないです。高級シャンパン、ドンペリとクリュクから始まり、他のアルコールドリンク、カクテル、ノンアルコールドリンクも充実しています。特に紅茶の種類にはびっくりです。ビジネスクラス以上であれば、事前にメニューをオンラインでオーダーできるブックザクックというサービスを利用できます。私はファーストクラスとスイートクラスでしか味わえないボストンロブスターというのをオーダーしてみました。で、これがね、すごかったです。シンガポール航空は一体何本シャンパン積んでるんでしょう。惜しげもなくついてくれます。キャビアと一緒にウォッカのショットを持ってきてくれました。普段はウォッカ飲まないんですが、調子に乗って飲んじゃいました。食事中はドアが閉まっているのですが、クルーの方が絶妙なタイミングで食事を持ってきてくれたり、ドリンクのおかわりを持ってきてくれたりするんですよね。なかなか簡単にできることではないと思います。
トマトスープなんですが、真ん中にこれチーズがあります。実はこのチーズ、私が好きではないゴートチーズなんですけれども、非常に美味しい、私でも食べれるゴートチーズです。ブックザクックで予約しておいたロブスターが丸ごと1匹出てきて、正直ビビりました。まさか飛行機の上で1匹丸ごとロブスターが食べれるとは思っていませんでした。機内食まだまだ出てきます。そして一つ一つが美味しい。シートをリクライニングさせて足を伸ばしてもまだまだスペースに余裕があります。バング&オルフセンというブランドのヘッドセットなんですが、ノイズキャンセル機能が半端なくすごかったです。クルーの方からプレゼントでシンガポール航空特製のクマのぬいぐるみをもらいました。この緑の方がレアものらしいです。シンガポール航空のスイートクラスがどうなのかっていうのをフライトの途中でちょっと皆さんとシェアしたいと思います。まずクルーは非常にプロフェッショナルで、それでいてフレンドリーで、とても気の利く人がみんなということで、非常にね、印象はいいです。で、特に良かったなと思ったのが食事ですね。機内食すべて出てくるのに全部で2時間半かかりました。この2時間半の間に、カナッペ、前菜、スープ、メイン、サラダ、デザート、チーズ、そしてチョコレートとコーヒーまでついてきて2時間半で終了しています。なので非常に効率よく働いているクルーだなと思いました。シートも使いやすいですし、キャビンも綺麗だし、トイレも広いし、もう最高のフライトだと思います。ぜひシンガポール航空乗る機会がある人はスイートクラスに乗ってみてください。見た目も寝心地も立派なベッドです。掛け布団もふわふわ。今回のフライトはシンガポール航空のマイレージ、クリスフライヤーマイルで片道53,000マイルでした。同じルートでもやはりエアバス380だとすぐに予約が埋まってしまいます。チケットの値段は約$3,000ということで、1マイルあたり約 5.7 セント、6円ほどで使えた計算になります。飛行機好き、旅行好き、マイレージオタクの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のフライトでお会いしましょう。